チャン・ウーフェイは新機動戦機ガンダムウィング及びその派生作品に登場する人物です。オペレーションメテオで地球に降り立ったガンダムパイロットの一人で、ナタクと呼ぶ愛機シェンロンガンダムと共にオズと戦いました。癖のあるガンダムパイロットの中で最も正義へのこだわりが強く、自身が悪と判断した相手であれば誰かで構わず戦う無鉄砲さを持った人物です。一方で傷つきやすい繊細な性格も持ち合わせており、自分の信じる正義に自信を持てなくなった際には戦意喪失し塞ぎ込む場面が見られます。30周年記念 PV ではテレビ本編に登場しなかった亡き妻ロン・メイランが登場し、驚いた方も多かったのではないでしょうか。今回はそんなウーフェイについて解説させていただきます。アフターコロニー180年に生を受けたウーフェイは出生や両親に関しては不明ですが、ウーフェイの家系であるチャン一族は L5 コロニー群に住む武闘派集団ロン一族から分派した一族とされています。ウーフェイはそんなチャン一族の中でも文武両道に秀でた超天才児でしたが、10歳にして屈指の戦士となるほど強くなりすぎてしまったため、武道への興味をなくしてしまいました。それからは中等教育機関にあたるギムナジウムに通い始め、学問に傾倒していくことになります。当時のウーフェイはアニメ本編のような脳筋武闘派といった雰囲気ではなく、メガネをかけたいかにもインテリ系といった落ち着いた雰囲気をまとっていました。そんな中、ロン一族の後継者として選ばれたことで、ウーフェイは A0206 コロニーへと訪れます。そこで出会ったのが彼の伴侶となるロン・メイランです。一族の誇りと正義を何よりも重んじる少女で、正義のために女を捨て、自らを中国の伝説上の戦士ナタクと名乗るほど強い意志を持っています。一方、当時のウーフェイは時代や戦争の前に個人は無力であり、正義など存在しないと考える冷めた性格をしていました。そんなウーフェイとメイランの馬が合うわけもなく、二人は幾度も乱闘騒ぎを起こします。ただ、チャン一族においてすでに最強レベルにあったウーフェイにメイランはかなわず、完膚なきまでに叩きのめされていました。それでも自身の正義と信念を曲げないメイランを見て、ウーフェイの正義に対する意識も変わっていきます。そんな中、ロン一族を目障りに思っていた連合のセプテム将軍が大規模な部隊と最近兵器を用いて A0206 コロニーを襲撃しました。これを阻止するべく、メイランはどうしようがガンダムとは別に開発していたトールギスシロンを借り、セプテム率いる部隊の前に立ちふさがります。しかしトールギスの殺人的な加速 G に幼きメイランの体は耐えきれず重傷を負ってしまいました。ウーフェイはそんなメイランを助けるため、未完成のシェンロンガンダムで出撃し奮戦します。しかし武器が弾切れを起こし窮地に陥ったウーフェイを救うため、メイランはトールギスで特攻。部隊の撃退には成功したものの、戦闘後にはすでにメイランは息も絶え絶えとなっていました。その後、ウーフェイはメイランが気に入っている花畑へと連れて行き、そこでメイランの最後を見取ります。こうしてあまりにも短い生涯を閉じたメイランの生き様を見て、ウーフェイは正義のためガンダムに乗って戦うことを決意。そしてメイランが守ったガンダムにはメイランの魂が宿っているとして、自らのシェンロンガンダムをナタクと呼ぶようになりました。こういった経緯からテレビ本編におけるウーフェイは女や弱者に対して辛辣な態度を取るシーンがよく見られますが、これはメイランの死が大きく影響しています。そしてアフターコロニー195年4月、オペレーションメテオが発動。当初の作戦では L5 コロニーを質量爆弾として地球へ落とし、その後ガンダムで混乱に陥った地球を制圧するという計画でした。しかしウーフェイはこれに反発。妻の眠れコロニーを地球に落とさせないため、独自のオペレーションメテオを実行し地球へと降り立ちます。それからしばらくは単独で各地の渦を潰し回っており、レイクビクトリア基地では単独で基地や新型モビルスーツトーラスの破壊にも成功するなどの戦果を上げていました。その後、ニューエドワーズ基地における戦いでは、ガンダムパイロットたちの中でただ一人オズの罠に見抜き戦わないようにするなど優れた戦術眼を示しています。この時ヒーローが連合の平和論者を一掃してしまったため、ガンダムパイロットたちは窮地に立たされますが、ウーフェイはそれでもオズと戦う姿勢を見せます。そしてニューエドワーズでの作戦後、
逃亡するトレーズを輸送機で追撃、トレーズの客船を捕捉し追い詰めました。しかし、剣を手にしたトレーズの姿を見て、自身もガンダムから降り、青竜島で生身の決闘を挑むものの、トレーズに敗北。さらに殺されず見逃されたことで、自分を弱者だと思い込むようになりました。その結果、今まで弱者が戦うことを嫌っていたウーフェイにとって、自分自身が戦う資格のない弱者であるという矛盾に直面することになります。同時に、自分は今まで自分より弱い者相手にしか戦っていなかった卑怯者という現実にも叩きのめされ、すっかり戦意を喪失してしまいました。こうして、ウーフェイは、オズトウメツの任務にもつかず、しばらく塞ぎ込むようになってしまいましたが、そんな中、サリーポーやレジスタンスといった故郷を守るために戦う者たちと出会い、弱くとも戦い続ける者たちの強さを目の当たりにすると同時に、自身の力を改めて見つめ直し、再び戦う意志を取り戻しました。その後、オズの怪獣策により、守るべきはずのコロニーから、ガンダムがいるから、コロニーは危険にさらされると認識されてしまい、戦う意味をなくしたウーフェイは、ガンダムパイロットたちと共に宇宙へ上がります。その後も、宇宙要塞バルジを吸収するなど、単独でオズへの反抗を続けますが、地上仕様のシェンロンガンダムでは、宇宙でまともに戦えず、損傷は増していくばかりでした。そこで、満身創痍のシェンロンで月面基地に現れ、わざとオズに同行します。月面基地における実質的な司令官であるツバロフ議長が、ガンダムに興味を持ち、シェンロンを修復・強化してくれることを期待したのです。そんなウーフェイの目論見通り、ツバロフによってシェンロンは鹵獲され、ウーフェイは月面基地で、ヒーロ、デュオと共に、囚われの身となりました。その後、シェンロンは、デスサイズと共に、囚われていたガンダム開発者によって回収されていきます。途中、ガンダムパイロットを疎ましく思うツバロフによって、デュオやガンダム開発者もろとも抹殺されかけますが、レディアンによって解放され、回収されたアルトロンガンダムで脱出しました。その後は、アルトロンの調整や自身の修行も兼ねて L5 コロニーへと戻りますが、ガンダムを追撃していたオズによってコロニーが襲撃されます。これに対抗するため、ウーフェイは一人アルトロンで出撃しますが、コロニーを人質に取られてしまいました。しかし、戦争に利用されることを良しとしないロン一族は、コロニーを自爆させ滅亡します。こうして、ウーフェイは戦いには勝利したものの、オペレーションメテオに反対してまで守ろうとしたコロニーやロンネイランの墓まで失ってしまいました。それでも、ウーフェイは、散っていった一族の思いを胸に、自らの正義のために戦い続けます。そして、以降は、オズやホワイトファングなど勢力に関わらず、自らが悪と考える者を標的として攻撃を仕掛け続けました。しかし、連戦に次ぐ連戦でアルトロンが中破して宇宙を漂っていたところを、ヒーロとサリー4に拾われます。そして、ヒーロの勧めでウィングゼロに登場し、ゼロシステムに未来を見せられたことで、トレーズを倒すためには、ガンダムパイロットたちと協力することが必要と考え、ピースミリオンへ合流しました。それまでは、堅くなに他パイロットとの協力を拒んでいたウーフェイでしたが、ピースミリオンに身を寄せてからは、カットルの作戦に素直に従ったり、トロワとデュオのチェスに割り込むなど、比較的、メンバーとうまくやってる場面が見られます。そんな中、ゼクス率いるホワイトファングとトレーズ率いるオズが激突し、地球とコロニーによる最終決戦が始まりました。ガンダムパイロットたちピースミリオン側は、宇宙要塞リーブラを最大の危機と考え、ゼクスと戦うことを決意し、ウーフェイも一旦その考えに同調し出撃します。しかし、ピースミリオンがリーブラの手法へ特感し、戦況が変化したことで、一人チームから離れ、トレーズとの決着をつけに行きました。最終的に、ウーフェイはトレーズに勝利しましたが、トレーズがわざと負けたかのような決着になったことから、ウーフェイはトレーズに勝ち逃げされたと感じ、決定的な敗北感が刻み込まれました。なお、小説版エンドレスワルツでは、この戦いにおいて、トレーズはわざと負けたのではなく、全力で挑んでいたことが描かれています。その後は、ヒーロが落としたツインバスターライフルを彼に届け、結果的に、リーブラの地球落下阻止に貢献していました。このテレビ本編の内容について、エンドレスワルツをベースに、アフターコロニー195年の物語を再構成した漫画、敗者たちの栄光では、物語上の動き方はテレビ版準拠ですが、ロンネイランとの出会いなどの過去の一部が追加されています。こうして、ウーフェイたちの活躍により、
世界に平和が訪れましたが、終戦から半年経ってもトレーズへの敗北感は拭えず、むしろ平和を維持するための積極的な姿勢を見せず、享受するだけの市民の姿に強い嫌悪感を抱くようになっていました。そんな中、無人のモビルドールプランとウルカヌスを探すオズ残党を探すブローデントクサと接触し、彼らを通してトレーズの行いの正しさを見極めようとします。そしてブローデンと行動を共にする中で、彼の目的がウルカヌスの脅威を利用して人類の技術的進歩を促すことにあると知りました。地球圏の平和を直接的には脅かさず、かつ自ら悪をなすことで人類の未来へ貢献しようとしたブローデンの信念に、ウーフェイは正義を感じ彼に協力することを選びます。しかしウルカヌスをめぐる戦いの中で、ブローデンはスパイに暗殺されてしまいました。その後ウーフェイはブローデンの生き様を彼なりに受け継ぎ、自らが人類の脅威となることで正義を確かめる決意をします。それはくしくもかつてのトレーズと似た道となっており、小説版エンドレスワルツではヒーローからトレーズになろうとしていると言われていました。そしてウーフェイは他のガンダムパイロットたちがガンダムの廃棄を決意する中で、自分だけはアルトロンと共にどこかへ消え去りました。そしてアフターコロニー196年冬、犠牲の上に成り立つ平和という名の正義の正しさを確かめるため、反乱を起こしたマリーメイア軍に参加し、マリーメイアの反乱を食い止めようとするヒーローたちの前に立ちふさがりました。中でもヒーローとは2度にわたって交戦。今まで戦ってきた兵士を捨てることで成し遂げようとするリリーナの完全平和に異を唱え、兵士にはマリーメイアのような独裁者が必要だと説きます。しかしヒーローからマリーメイアのような存在がいる限り惨めな歴史が繰り返され、自分たちのような兵士たちが必要になると戦争の無意味さを説かれたことで、自分が戦い続ければ L5 コロニーの自爆のような悲劇が繰り返されることに気づきました。そしてその後はブリュッセルで自らの意思で立ち上がった平和を望む市民のデモ行進にナタクと共に参加。民衆が自らの力で平和を勝ち取る姿に満足し、トレーズとの因縁に別れを告げます。そして中国におけるロン一族の故郷にてナタクを自爆させ、亡き妻の鎮魂を祈りました。その後サリー・ポーからの勧誘を受けてプリベンターに参加。裏から平和を維持するために働いていくことになります。それから数ヶ月後となるアフターコロニー197年4月、サンクキングダムでリリーナの誕生日パーティーが行われる中、テロリスト集団エピオンドテロスに占拠される事件が発生。ウーフェイはこれを解決するために元ガンダムパイロット4人を招集しました。この時カトルとトロワの協力要請にはウーフェイ自らが赴いており、パイロットたちへの信頼がうかがえます。また作中ではエピオンドテロスの狙いがプリベンターの解散などではない他の何かだとすぐに看破するなど、変わらない戦術眼を披露しています。救出作戦ではデュオと共にサンクキングダム城に降下し、首謀者であるビズヌフの逃亡を一時は阻止しました。本作では最終的にビズヌフが仕掛けた核爆弾の解除には成功しますが、この解除によりパーフェクトピースプログラムが起動してしまいます。パーフェクトピースプログラムとは、平和を願うピースクラフト家の人間、つまりリリーナがセットと命じる、または安らかな死以外の方法で命を落とした時に発動するというプログラムです。これが起動すると、体内に医療マシンや火星用ナノマシンを持つ者は全員死ぬように仕組まれているため、万が一発動すれば約30億人もの人間の命が失われるという恐ろしい兵器でした。そこでリリーナはパーフェクトピースプログラムの発動を遅らせるため、星の王子様と呼ばれる冷凍カプセルで眠りにつき、さらにパーフェクトピースプログラムの回避手段である安らかな死とは、ヒーローがリリーナを殺すことを指していたため、リリーナが目覚めた後、唯一のパーフェクトピースプログラム発動回避手段になるべく、ヒーローもまた冷凍カプセルで眠りについています。その後、火星へのテラフォーミング計画が進み、時代はマーズセンチュリーへ移行しました。そしてマーズセンチュリー0014頃、火星で配備が進むマーズスーツが新たな戦火を呼ぶことを懸念し、ウーフェイはトロワと協力して再びガンダムの開発に着手していました。またマーズセンチュリー0021冬、現存する唯一のガンダムであるガンダムエピオンがラナグリン共和国に存在することを知り、エピオンのデータをハッキングして取得。
ゼロシステムには基礎設計データも残されていたため、1年でエピオンパイを建造しました。なお、この時、ウーフェイがたった1年で独自にガンダムを作り上げたのに対し、トロワは6年の時をかけても、プロメテウスとシェヘラザードを 80% までしか完成させられなかったことから、たった1年でエピオンパイを作り上げたウーフェイとの差を痛感しています。また、ウーフェイは、マーズセンチュリー、0018頃には、ゼクスとノインの息子であるミル・ピースクラフトの首相となり、ミルを戦士として戦い方から精神的な側面まで徹底的に鍛え上げました。そして、マーズセンチュリー、0022時には、プリベンター火星支局北極間基地に滞在するようになります。その頃にはローシちゃんと名乗っており、プリベンターの中でもかなり高い地位にいることが伺えます。そしてオペレーションミュートスが発動されました。これはオーロラ姫、つまりヒーローを覚醒させてリリーナを殺させることで大量虐殺兵器パーフェクトピースプログラムを阻止するというミッションです。これに向けてウーフェイは部下のキャシー・ポーにメモリーチップとヒストリーバンク内の3つのファイルを持ってくるよう要請。さらにファザー・マックスベルと名乗るようになったデュオが持参した4つ目のファイルと合わせて人工冬眠用冷凍カプセルに眠っていたヒーローを覚醒させました。その後は自らもエピオンパイに登場して戦闘に参加し、ゼクスマーキス上級特佐のカルエピオンに対して高い技量と戦術眼で圧倒する場面も見られます。本作はいつアフターコロニーからマーズセンチュリーに移行したのか明確になっておらず、さらに火星での実感の流れが地球とは異なる可能性があるため、正確な年齢は不明ですが、推定40代のローシちゃんはデュオ、トロワ、カトルの3人がすでにパイロットを引退している中おいて、なお身体的負担の大きいガンダムに登場して最大限の性能を引き出すほどの体力と技術を持ち合わせているようです。また後半のバベル戦ではエピオンに対してエピオンパイでたった一人で対峙し、ゼロシステムを用いたモビルドールのハッキング戦を行いました。この時ウーフェイはドーピングをしており、1時間にも及ぶ精神戦の末に劣勢になるも、ヒーローがバベルを内部から破壊しようとしたためエピオンは撤退しています。またブラックウィングのバスターライフルでミルの操縦するトールギスヘブンが撃墜された際には、かつての弟子をすかさず助ける優しい姿も見られました。このように年を重ねても自分でガンダムを整備し、自分で操縦して一人で戦うという点から、他人を信用しきらない性格や愛機を他人に触らせたくないという考えは変わっていないように感じられますが、一方でかつてのような直情的な部分は落ち着いているように感じられます。その後どうなったかは描かれていませんが、変わらずプリベンターを続けているのかもしれません。ということで以上、チャン・ウーフェイの人生でした。こうしてまとめてみると、ロン・メイランの存在はウーフェイの人生にいかに大きな影響を与えているのかがわかるのではないでしょうか。しかしメイランのエピソードについては、漫画新機動戦記ガンダムウィングエピソード0や敗者たちの栄光などで明かされた話なので、アニメ媒体では一切語られていません。そのため愛機をナタクと呼ぶ理由や正義にこだわり始めたきっかけ、女性にやたら辛辣な態度を取る理由を知らない人からすると、アニメではやたら正義を連呼しながら敵に突っ込み、女と弱者に辛辣な態度を取る屈折したキャラにしか映らないかもしれません。30周年記念ミュージックビデオではウーフェイよりもむしろメイラン推しの映像になっていましたが、それに加えて新たに登場したアルトロンガンダムクロークドカスタムはトールギスシロンをイメージしたような青基調の配色になっているので、一層メイランへの思いが強調されているようです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。